何か用土に使えそうなものはありませんかと、ちょっと周囲を見渡したいと思います。あなたは声を潜めてそう問いかけ、この薄暗い大空洞を注意深く見渡しました。ガラクタの山、湿った壁で、あなたの視線は先ほどから時折弱々しい鳴き声を上げていた粗末な檻の中のイノシシへと向かいました。やっぱりイノシシがあれだったんですね。おとりに使えるんじゃないかなと。ここで白根のダイス判定ですね。状況判断能力、判定が知力判定、難易度が8で容易、簡単なんですね。2面ダイスで成功です。13なので成功です。あなたはひらめきました。もしあの檻を壊してイノシシを解き放てばどうなるでしょう。パニックに陥ったイノシシはおそらく唯一の出口である奥の玉座の突進していくはずです。突然の乱入者にゴブリンたちの固い陣形は乱れ、大きな混乱が生まれるに違いありません。あなたの考えを聞いたグレイグは、面白いことを考えると目を光らせ、リナも確かに試す価値はあるわねとあなたの作戦に同意しました。問題はどうやってイノシシを解放するかです。檻には単純な作りの缶抜きがかかっていますが、音を立てずに近づいて外すのは至難の業です。あるいは力ずくで缶抜きを破壊することもできるかもしれません。ここで選択肢ですね。リナにあの檻の缶抜きを静かに外せますかと頼んでみる。器用さ判定。グレイグにあの缶抜きを一撃で破壊してもらえませんかと頼んでみる。攻撃力判定。自分がこっそり近づいて缶抜きを外してみる。臨床判定。単純な作りの缶抜きって書いてあるので、リナでもグレイグでもいけそうな気がするんですが、どうしようかな。やっぱりここは石膏のリナに頼んでみたいかなと思います。あなたはリナの隠密能力を信じ小声で頼みました。リナは一言やってみるとだけ答えました。リナの隠密コード難易度9と2面ダイスで14、見事な成功です。リナは缶抜きをゆっくりとミリ単位で持ち上げていきます。錆びた金属がきしむ音を一切立てることなく、缶抜きは静かにその役目を終えました。彼女は檻の扉を少しだけ開け、イノシシがいつでも飛び出せる状態を作ると、音もなくあなたたちの元へと戻ってきました。準備完了。合図があれば石を投げてイノシシを驚かせ、奥の部屋へ突っ込ませるわ。グレイグも満足そうにうなずき、体験を握る手に力を込めました。よし、イノシシが突っ込んだ瞬間に俺たちが続く。奴らの陣形が乱れたところを叩くぞ。陽動作戦の準備は整いました。じゃあ大丈夫だと思うので、リナにお願いしますと合図を出したいと思います。だいぶ敵が多いのです。ゴブリン3体でも割とちょっと MP の消費が激しかったんですよね。だから危ないなと思ったらすぐに撤退した方がいいような気は。さて、あなたは決意を固め、リナに力強くうなずきかけました。お願いします。その合図を受け、リナは小石を一つ取り出し、檻の金属部分に投げつけました。突然の音に驚いたイノシシはパニック状態に陥り、開いていた檻の扉から猛然と飛び出しました。そして唯一の光が漏れる奥の通路、ゴブリンキングたちがいる玉座の前へと一直線に突進していきます。直後、玉座の間からゴブリンたちの驚きと混乱の叫び声が響き渡りました。イノシシだ、イノシシが入ってきたぞ。ゴブリン、話せるタイプのゴブリンね。グレイグの目がカッと見開かれます。今だ、行くぞ。雄たけびとともにグレイグが先陣を切って玉座の前突入。リナとあなたもその後に続きます。ここで最終戦闘開始みたいですね。玉座の間はイノシシが暴れ回ったことで完全に混乱状態に陥っていました。ゴブリンたちは隊列を崩し、イノシシを追いかけ回しています。特別ルール奇襲ターン。このターンはパーティーメンバーだけが行動できます。よかった。
まずは呪術師から。リナは混乱の隙を突き、最も厄介なゴブリンシャーマンに狙いを定め、スキル精密射撃を放ちます。矢はシャーマンの肩を深々と貫き、栄唱の準備をしていた。その動きを止めました。グレイグは最も手前にいた棍棒兵の一体に狙いを定め、渾身の力で体剣を振り下ろす。強烈な一撃が棍棒兵の盾を砕き、その体に深い傷を刻み込みます。さて、あなたの番です。どうしようかな。何も攻撃魔法も持ってないし、攻撃力も全然ないので、なんか特別な選択肢が提示されてますね。今後の激戦に備え、仲間や自分に補助的な祈りを捧げる。効果は GM 裁量。なんだろうこれ。スキルないけど、なんか GM さんが特別になんかつけてくれるんですかね。ちょっと試してみたいと思います。なんだろう、 GM 裁量ってなんかワクワクしますね。あなたは仲間たちを守るための祈りを捧げることを選びました。守護の祈り判定。あなたの祈りは天に通じ、パーティー全員に強力な守りの加護が付与されました。パーティー全員の防御力が3ターンの間5ポイント上昇します。この行動により MP を3消費。わーすごい。さて、奇襲ターンは終了した。しかしゴブリンたちもようやく混乱から立ち直り、侵入者であるあなたたちに敵意の目を向けます。侵入者だ、殺せ。ゴブリンキングが玉座から立ち上がり、巨大な棍棒を構えて咆哮します。さて、イニシアチブ。行動順はディナ、ゴブリンキング、グレイグ、ゴブリンシャーマン、旧兵、棍棒兵、最後が白根みたいですね。白根全然印象がない。混乱から立ち直ったゴブリンキングが咆哮し、巨大な棍棒をグレイグへと叩きつけます。しかし白根の授けた加護がその衝撃を大幅に減衰させました。よかった。ダメージ5ぐらいみたいですね。ニナは執拗にシャーマンを狙い撃ち、グレイグは体験でキングの肉を削ります。ゴブリンキング硬いな。10ダメージだけ。しかし敵も多勢で前衛に立つグレイグにはキングだけではなく2体の棍棒兵の打撃も集中し、少しずつ体力が削られていきました。最後、白根のターン。グレイグが多数の敵に囲まれ HP が削られています。旧兵は後方からあなたたちを狙っています。あなたはどうしますか？慈愛の光、回復魔法があと3回か。どうしよう。とりあえず回復魔法を使うことにしよう。回復魔法はすごい、ダイスが66出たんでクリティカルヒットですね。というわけでグレイグさんは最大値まで回復したみたいですね。リナが鮮やかな身のこなしで接近し、短剣でシャーマンの喉を切り裂きました。よかった。シャーマンは倒しました。厄介な回復薬を排除したものの、矢を追いかけられるリナ、そして集中攻撃を受けるグレイグの疲労は隠せません。白根のターンですね。あなたの MP は残りわずか。次の一手が非常に重要になります。もう一回バフかけれないかな。でももう回復しないとちょっときつい。守護の祈りをもう一度かけて、グレイグには自分で回復してもらうしかないかな。これいけるかな。なんかだいぶ厳しい。さて、どうなったかな。グレイグさん、ポーション使ってください。その声は乱戦の中でも確かにグレイグの耳に届きました。彼は力強くうなずきます。そしてあなたは残った魔力を振り絞り、守護の祈りを捧げます。防御力プラス5のバフ効果を残り3ターンにリフレッシュ。 MP が2になりました。もう何も使えません。グレイグはポーションを飲み干し、全開した勢いでキングを押し返します。白根自身もまた非力ながら杖を振るい、リナを狙う旧兵を牽制しました。ゴブリンキングのターン。グレイグへの攻撃を一旦やめ、前線出てきたリナに狙いを変えました。リナ、回復を一切かけてなかったのでやばいですね。 HP が。グレイグのターン。ダイスロールが11でファンブルが出ちゃった。やばい。痛恨の失敗。グレイグは足元の瓦礫に足を取られ、大きく体勢を崩してしまった。攻撃は空を切り、大きな隙を晒してしまう。で、リナの HP もやばい。白根のターンです。グレイグのファンブルで状況が一気に悪化。グレイグもリナも危険な状態です。あなたの MP はもうありません。選択肢は手持ちのポーションをグレイグに使うかリナに使うかってあるんですよね。どうしよう。リナが残り HP7 でグレイグが25。どうにか耐えれるよね、きっ
手持ちのポーションはまずリナに使います。ちょっと撤退も視野に入れつつ、グレイグさん防御スキルがあれば使ってくださいとリナにポーションを使いつつグレイグに叫びたいと思います。グレイグは剣を盾にして鉄壁の構えを取り、襲い来るコンボを弾き返します。その間にリナが旧兵の一体を仕留め、戦場に確かな希望をつなぎ止めました。パーティー全員防御力5のバフが切れました。ゴブリンキングの攻撃が普通に痛くなりましたね。これちょっと倒せないと思う。ちょっと危ないですね。今現状を整理すると、ゴブリンキングと旧兵 B とコンボ兵 AB で、 AB はもうほぼ HP が満タンみたいで、倒すのに3ターン以上かかりますね。もう持たない、ちょっと無理ですね。これ手持ちのポーションが1本だし、これキャラクターロストありなので慎重にやりたいと思うので、グレイグに最後のポーションを使いつつ、仲間たちに私の MP もポーションもありません、撤退した方がいいかもしれませんと叫びたいと思います。3人じゃ無理だったのかも。グレイグにポーションを使って最大値まで回復したんですが、私の MP もポーションももうありません、撤退した方がいいかもしれませんと言ったんですが短期決戦しかないわね。リナはあなたの言葉を受け覚悟を決めました。グレイグ、弱音を吐くなしどね。ここが正念場だ。俺を信じろ。お前たちが道を切り開け、キングは俺が食い止めるって。ちょっと待ってください撤退しないの？